にちは。ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は紙でクリームとイチゴを作りましょう。トイレットペーパーの芯を利用して、イチゴやクリームの雫型を作ります。このトイレットペーパーのどこでも構わないので、一辺をこんな感じで山になるように折って、でこちらは丸いままですので、こんな感じで雫の形を作ります。トイレットペーパーの芯がこのように雫型になりましたら、これを少し厚手の紙に書き写していきます。こんな感じですね。で、これを利用して、いちごとクリームの型にいたします。トイレットペーパーの芯を元にして、2つ雫型の型を描きました。で、こちらクリーム。こちら、いちご用の型紙にします。で、クリームですね。ここがちょっとこうまっすぐにしたいので、ここの少しカーブになっているところをまっすぐに引き直します。で、ここの反対側、ちょうど真ん中かなって思うところよりも、ちょっと広く、左側に点を打ってもらって、ここで線を引きます。で、ここちょっとね、ここに対して直角かなってぐらいのところでまっすぐ線を引きます。で、いちごもですね、ここ一番上で真ん中かなって思うところのちょっと左側に点を打って、同じように線を引きます。で、ここも、ここの線から真横になるように引いてもらって、で、いちごの、こちらね、こういう風になるんですが、先っぽちょっと丸いので、尖ってるところを丸くして、で、この形に切っていきます。クリームの紙を切っていきます。先ほど作ったクリームの型紙を当てていただいて、で、この横の幅よりちょっと広いところで折っていきます。そうしましたら、この折り目にですね、クリームのまっすぐに切ったところを合わせていただいて、ちょっと書きにくいので横にしますね。で、型紙に合わせて写していきます。で、一つのクリームに対して3枚必要になります。3つ書き写しましたら、折ったまま切り離していきます。丸いお箸のこの丸さを利用して、クリームのカールをつけていきます。折ったまま、
クリームのパーツを1枚取り出しまして、このカーブの膨らんだところですね。こちらをカールしていきたいので、お箸をこのような形で当てていただきましたら、くるっとお箸の丸みに合わせて巻きつけます。で、こんな感じになります。これを3枚とも同じようにカールいたします。同じようにカールした3枚のうちの1枚をまっすぐに広げます。で、このあと2枚ですね。この折ったまま、この折り山のところにですね、木工用ボンドを爪楊枝でちょっと乗せるような感じでですね、細いところですけれど、ボンドを少し山に乗せるような感じですかね。全体に乗せて塗っていただいて、で、こちらの広げたところにですね、先ほどの折り線が残っているかと思いますので、この折り線とこの折り山、ボンド塗ったところを重ねるようにして貼ります。こうですね。で、そうすると、こんな感じで貼れますので、これちょっとしばらく置いて少し、落ち着くのを待ちます。少し落ち着きましたら、同じようにですね、ここの折り山のところにボンドを乗せるように塗っていき、で、先ほどのこちらの反対側の折り線に合わせて同じように貼っていきます。はい、これで両側に同じように貼れました。いちごも同じように作っていきます。この型紙の幅に折っていき、で、こちらはですね、5枚取っていきます。5枚切れました。で、お好みで、このうちの1枚に、こんな感じで水玉のドットの模様をつけると可愛いかなと思って、で、1枚、ドットの模様をつけてみようと思います。で、1枚、これ取り出しておきます。で、このドットですが、ドットにしたい色の紙を用意して、このファイル用の穴開けパンチで丸い紙を作っていきます。で、この丸い紙にですね、ボンドをちょんとつけて、で、お好きなところに貼っていきます。いちごの形に立体的に貼っていきます。まず1枚広げて置いていただきまして、で、折ったまま1枚取り出して、先ほどのクリームと同じようにですね、この折り山に乗せるように木工用ボンドを塗っていきます。そうしましたら、この折り線に合わせて貼ります。で、先ほどのクリームはですね、片面1枚ずつ、片面1枚で3枚で貼り合わせましたが、もう少し細かくしていきたいので、この隣にも同じように貼っていきます。ここのとこですね。こんな感じです。で、貼ったばかりはですね、広がってきちゃったりとか、くっついちゃったりとかしますが、少し、ボンドが固まってきた時に形をもう一回作り直しますので、これはこれで少し落ち着くまで待っておきます。反対側にも残りの2枚を貼っていきます。同じようにですね、折り目にボンドをつけて、先ほどと同じように2枚貼り合わせていきます。
で、同じようにボンドが少し固まるのを待ちましょう。ボンドが固まってきましたら、ここのところ多分均等になってないので、こう折り直したり広げたりしながらですね、全体的に均等になるように形を直していきます。形が整いましたら、いちごのヘタを作りたいと思います。で、なんとなくですね、バランスの取れるサイズの幅ぐらいに適当で結構です。緑色の紙の帯を用意しましたら、こう尖った雫型みたいな感じで、もうこの程度で大丈夫です。適当に何枚か切ります。で、何枚かサイズがですね、違ってきたりとか、形が違ってきたりとかしても、全然構いません。何枚か切れましたら、このヘタの緑色のですね、先っぽにボンドをつけていただいて、このイチゴの上のところにですね、ちょんと先っぽだけ貼るような感じでこう貼っていきます。で、何枚貼っても構わないので、バランスを見ていいところでやめていってください。で、この角度もね、いろいろあっていいかなと思います。で、こんな感じで何枚か貼っていきます。いちごとクリームがいくつかできましたら、糸でつなげてモビールにしたいと思います。で、適当な糸を適当な長さで切っていただき、で、クリーム貼りたいところにですね、ボンドを塗っていきます。で、どこのつなぎ目でも構いません。このつなぎ目のところにですね、縦にボンドを塗っていただいて、で、糸をこのように貼っていきます。で、これ一番下のつもりなんですけれど、糸がね、出ましたら後で切ってしまえばいいので、ここの折り目のところにですね、ぴったり合うように、このように糸をつけます。これでね、もう落ちてきません。で、同じような要領で適当なところに、もうこの折り曲げたところでも、この接着したところでもどこでも構わないです。こういったところにですね、ボンドを塗っていって、でもこういうボンドはですね、乾くと透明になるので、今この白いところでちょっとこう目立ってしまいますけれど、乾けば透明になりますので、思いっきりはみ出していただいても構わないです。で、こんな感じで糸を乗せるように。で、この角のとこまでね、きっちり糸が行くように押さえてあげまして、でこんな感じですね。で、これでもくっついております。で、好きな幅で好きなようにいくつでもつけていければ、言っていただければ、好きな長さに作ることができるかと思います。いくつかつなげてみました。こんな感じですね。で、一つだけね、吊るしてオーナメントのようにしても可愛いかと思います。ぜひいろいろ試してみてください。